ハロー、こんにちは、大家好。オンライン日本語教師のなるです。今日の私の格好、いつもと違いますね。そう、今回は私のダイエットに関する動画です。ダイエット、体に関係がある日本語もたくさん紹介します。よかったら最後まで見てください。まず最初にこの動画を撮ろうと思った理由を説明させてください。一つ目は私の記録用です。半年後、1年後見返した時にどれだけ変わっているか見たいからです。すみません。私的な理由です。二つ目は健康的なダイエットを広めたいからです。日本の若い女の子のダイエット方法を見ていると、ご飯を食べないとか、薬を飲むとか危ないダイエット法を試している子がたくさんいるので、みんなに健康的に痩せようよっていうことを言いたくてこの動画を撮っています。日本ではとにかく痩せていることが正義みたいになっているので、ガリガリを目指している子も結構多いんです。健康的な体をみんなで目指そうよということをこの動画では言いたいです。そして私の動画を見てくれている皆さんが動画を見ながら楽しく日本語を勉強できたらいいな、単語を覚えられたらいいなということでこの動画を上げることにしました。なので皆さんがこの動画を見て面白い、役に立ったと思ってくれたら私はとても嬉しいです。はい、今回の動画ではダイエット、筋トレの話をするんですが、私が本格的にダイエット、筋トレを始めたのは1年前で、食事管理を始めたのが半年ぐらい前なので、まだまだ初心者のレベルです。この動画を見たダイエット、筋トレの先輩、何かアドバイスがあればぜひコメント欄にお願いします。私と同じ初心者の人は一緒に頑張りましょう。これから筋トレや健康的なダイエットを始めたいと思う人は、この動画が何かのきっかけや参考になれば嬉しいです。それでは本題に行きましょう。はい。ではちょっと恥ずかしいんですが、私の全体を見せます。見えているかわかりませんが、正面、横、後ろ、横、正面です。はい。これが私の今の状態です。今着ているのは私がジムに行くときに着ているジム着です。T シャツにレギンスで行っています。この T シャツはユニクロとドラえもんのコラボの T シャツです。私が今いるスペイン、女性の方、結構露出度が高い服、体のラインがわかるようなジム着を着ている人が多いんですが、私はまだまだ自分の体に自信が持てないので、こういう服を着ています。安心感があります。私結構着膨れをするタイプで、こういう大きめの T シャツを着ていると太って見えるんですが、こうするとそんなに太っていないかなと自分では思います。私の体型、骨格の特徴、肩幅が広め、横幅も広め。でもお腹はあまり出ていません。くびれも一応あります。顔もお肉がつくタイプではないので、この部分、上半身のこの部分はまあいいんですよ。悩みがほとんどありませんが、コンプレックスなのはここ。コンプレックス1、腕。二の腕です。二の腕のここのお肉を振袖と言います。着物の振袖部分みたいに揺れるから振袖と呼ばれています。私昔からここにお肉があってなかなか消えないんですよ。コンプレックスその2、足です。この太ももの部分、生ハムの原木みたい。スペインのスーパーに生ハムの原木が売られているんですね。それを見るたびに、あ、私の太ももみたいだなと思います。悲しい。あれですね。記録用にちゃんと見せておいた方がいいですよね。はい。こちらが二の腕、右、二の腕、左、足です。横。お尻も頑張って鍛えているんですが、大人の事情でこちらでは見せられません。でも結構しっかりしているお尻です。気になっている人もいるかもしれませんが、体重と体脂肪率ですよね。言うか言わないかすごく迷ったんですが、皆さん知りたいですか？そんなにもったいぶって言うほどでもないんですが、私は身長153センチで体重が52キロ、
体脂肪率が 30% です。やばい。そう、私結構低身長で体重もある方なので、姉からチビデブと言われていました。でも1年前は私体重が55キロぐらいあって体脂肪率も 34% あったんですね。それに比べればだいぶ痩せたと思います。筋肉量も詳しいことは覚えていないんですが1年前に比べて3キロ増えていました。私は体重より体脂肪率と見た目を気にしていて体重を減らしたいというより自分に合った体型になりたいなと思っています。今年の目標は脂肪を減らして筋肉をつけることです。さっきも言いましたが私の体脂肪率女性の平均より結構高くて今までの人生で20% 台の体脂肪率を見たことがないんですよ。もう若いとは言えない年なのでこのまま運動も何もしないでいたら脂肪がどんどんついていきそうでやばいなと思って筋トレ、ダイエットを始めました。去年ジムに行き始めた時、ジムにある機械、すごく詳しく測定をしてくれる機械で測定したら、やや肥満という結果が出ました。ややというのは少し、ちょっとの硬い言い方です。いやー、分かってはいたんですけど、実際文字でやや肥満というのを見るとかなりショックでしたね。それで私のダイエットスイッチが押されました。今年の具体的な目標は体脂肪率を 25% にすることです。SNS とかネットの情報を見ていると女性だったら 25% ぐらいが結構綺麗に見える体型かなと思ったのでその数字を目標に設定しました。体重はあまり気にしていないとは言ったんですができたら40キロ台、48キロになったら満足かな。外見の目標で言ったら全体的にもっとスッキリしたいというのとセルライト。わかりますか皆さん、セルライト。こうすると出てきますね。このセルライトをなくしたいです。それからお尻ももっと上に上げたい。プリッと上げたい。あともう一つできたら腹筋のこの線が欲しいですね。目標は高く頑張りましょう。たまに女性からどうして筋肉が欲しいんですか？どうして筋トレをしているんですか？と聞かれるんですが、食べないダイエットはリバウンドが早いし、せっかくダイエットをするなら健康的なダイエットをしたいと思ったからです。食べるのを我慢するダイエットをして痩せてもキープをするのが難しいし、ご飯を食べる時もこれ太るかなと思いながら食べるの嫌じゃないですか。全然楽しくないじゃないですか。私は美味しいものを食べるのも好きだから食べたいものを罪悪感なく美味しく食べるために筋肉をつけたいと思いました。筋肉をつけたいなら食事をするというのも大事で筋肉のために健康的なご飯もしっかり食べないといけないし筋肉をつけたら1週間のうち1日好きなものを食べてもそんなにすぐ太らないんですよ。ダイエット中のご飯に対するストレスや罪悪感が少なくなります。それにおばあちゃんになった時に私は自分の足で健康的に歩いていたいのでそのためにも筋肉をつけようと決めました。もう40年、50年先のことを見越しています。30代になったら体が結構変わるというのも聞いたことがあるので、筋トレの習慣づけをするなら20代のうちかなと思って今始めました。でも、もっと早くから筋トレをしておけばよかったなと思います。20代前半の人が筋トレをして筋肉がつくスピードと今の私が筋トレをして筋肉がつくスピード多分違うんですよね。全然違うかはわからないんですがきっと違うので筋トレを始めたいと思っている方早ければ早いほどいいと思います。今すぐ始めてください。それに脂肪だけを落として痩せた体型と筋肉をつけながら痩せた体型を比べると全然違うんですよ。筋肉をつけながら痩せた方が綺麗な体型になるので私は筋肉をつけながら痩せることをお勧めします。まだね私自身は完璧な体にはなっていないんですが私はその過程だと信じています。それから日本では筋肉は裏切らないという言葉があります。恋人や家族には裏切られることがありますが育てた筋肉は裏切りません。本当にそう思います。
私はね、その筋肉を育てるという感覚が結構面白くてハマっています。育成ゲームみたいです。でもなかなか育たないので、それもまた難しいところですね。いろんな工夫をして育てています。あとは柔軟も最近頑張っています。私昔から本当に体が硬くて、特にね、足が硬いんですよ。それで困ったことは特にないんですが、いろんな SNS、ネット情報を見ていると、体が硬いのも足が太くなる原因だと書かれているので、それを改善するために頑張っています。開脚180度できるようになることも今年の目標の一つです。動画を見ながら、悲鳴を上げながらストレッチを頑張っています。それからジム仲間も欲しいんですよね。それも今年の目標の一つですね。会話の授業の学生さんと筋トレ、ジムの話をしていると50分あっという間に過ぎます。それぐらい筋トレ、ジムの話楽しいです。日本人でジムに通っている人、特に女性がなかなかいないので、私のジム仲間になってくれる人募集しています。ぜひコメント欄に書いてください。今度私のダイエットご飯、筋トレご飯も紹介したいと思っています。興味がある人はぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは今日の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。役に立った、面白かったと思った人はグッドボタンもお願いします。私のダイエット応援してくれる人もグッドボタンぜひよろしくお願いします。TikTok、Instagram もしています。そちらもフォローお願いします。オンラインで日本語を教えています。興味がある方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてください。それではまた次の動画で。じゃあねー。これから私はランニングに行きます。